続いては特集医療の味方です。今日のテーマは気になる女性の手指の痛みやしびれについてです。女性が手指の痛みやしびれに悩むことが多いということで、街の人々に話を聞いてみました。時々痛いなと思って、この関節ですよね、痛いなと思って痛いなと思ってるうちに痛みがなくなったらちょっとこう曲がってるんですね。あれと思ってこの曲がってるんです。お医者さんには特にかからなかったんですか？かかりませんね。中学の時の同級生だった人がこの間電話で話したらそう言ってました。やっぱり指の第一関節指が、の今チクチク痛くなってって。はい、ということで特に更年期以降の女性のなんと5割以上の方が手指の痛みやしびれで悩んだ経験があるということなんですよね。で、実はこの手指の痛みやしびれ、さまざまな原因や症状が潜んでいて、その中でも代表的なものがあります。一つ目がこちらです。手根管症候群と呼ばれるものです。こちら手首を通る神経が手根管というトンネルに圧迫されて、起きる病気です。この赤いところにしびれや痛みが出やすいということで、もう圧倒的に女性に多く発生する病気だということなんですよね。僕の妻のお母さん、義理のお母さんが60過ぎてからこの手根管になって、でもうエレベーターのボタンを押すのもなんか力が入んないぐらいになって、結局ね手術したんですよね。本当にそういう症状が出る他にもあります。次にバネ指と呼ばれるものです。こちらが指は腱によって曲げたり伸ばしたりすることができますが、腱の浮き上がりを抑えるこの腱の鞘、腱鞘という腱が通るこのトンネルがあります。この腱と腱鞘で通過障害が起こると指の付け根に痛みや腫れが起こります。で、これを腱鞘炎と呼ぶんですけれども、これは皆さん聞きなじみありますよね。で、これ進行すると厄介なんです。バネ現象というものが起きます。つまりまっすぐにこう伸ばそうとしますとバネのようにこうピンとなってしまう、つまりスムーズに動きにくくなるという現象なんです。これがバネ指です。そしてもう一つがこちら、変形関節症と呼ばれるものです。指の第一関節が腫れたり曲がったりして痛みを伴うこともあるヘバーデン結節や、指の第二関節に起きるブシャール結節、そして親指の根元の関節に起きる CM 関節症と呼ばれるものがあります。いずれも40代以降の女性に多く発症が見られます。詳しいことを整形外科の専門家に聞いてみました。外来で拝見しますと、やっぱり圧倒的に女性が多いっていうのが、それが現実です。札幌医科大学の整形外科教室、伊庭康介准教授は手外科の専門医です。伊庭先生は手指の痛みやしびれに悩む中高年の女性がとても多いと感じています。変形性関節症っていうのは、やっぱり軟骨がすり減ってきて、それと一緒に炎症というのを起こして、で関節が腫れてきて痛くなってくるっていう、そういう病気なんですけども、親指のここの付け根にある CM 関節症、ちょっとわざと訳しますけども、この親指の付け根のところの手首の近くにある関節、ここに変形が起きることがまず一つあります。あとはここの指の第一関節のところに起きる関節、これをヘバーデン結節っていう名前でよく言われてるんですけど、で第二関節に起きる関節もあります。これはブシャール結節という名前なんですが、親指の付け根に関しては整形外科の中では比較的手術を選択することが多いんですが、この第一関節第二関節に関しては固めてしまうことでかなり動きが制限されてしまいますから、積極的な手術というのはあまりないというのが本当のところです。8年前、伊庭先生が親指の CM 関節症の手術をした石狩市の白石純子さん。初めのうちは普通に家事できたんですけど、もう後半それこそ先生に見ていただくようになる手前は鉛筆が持てない、ハサミも持てない、あと包丁が持てないっ
でもうこれは限界かなと思って相談に伺いました、病院に。ここが痛いので、痛みが出て2年ほどは我慢しながら装具をつけて家事をしていましたが、水仕事などをする際に装具が邪魔になり手術に踏み切りました。まさか初めての診察で手術っていうふうに言われるとは思っていなかったので、ちょっとびっくりしてしまった。白石さんの仕事の中でどんな動きが必要かということを考えて、この関節を悪い骨を削って固定して安定させてあげる指を作ってあげたと。金属でガチッと骨の中に埋め込んで、ここを固く固めて、悪い骨を削って固めてますから、骨同士がくっついてるんで今握ったりつまんだりするっていうことが特に痛みができている。痛みはもうほとんどないというか全くないし、術後の経過も良かったので1週間でもう退院しちゃったので、思ってたよりは楽でした。いや、ありがたいです私にとっては神様みたいな。伊庭先生は手指の痛みやしびれに悩む人が更年期世代以降の女性に多いのは、女性ホルモンの減少や加齢、そして手を使いすぎることのストレスや負担が溜まって出てくるということがあるかもしれないと考えています。はい、伊庭先生によりますと、女性の5割が手指の痛みを訴えていて、そのうちの1割しか病院を受診しない状況だということなんですよね。そしてこの手指の痛みやしびれ、女性ホルモンの減少が関係あるのではないかということで、婦人科の専門医にお話を聞いてきました。一つの原因として婦人科的なそういうホルモンの、いわゆる低下によることが原因となってそういうことが起きていると、一番効果も高いと言われているいわゆるホルモン補充療法ですね、HRT と言いますけれども、これはいわゆるホルモンが減った分を補ってあげればいいでしょうという、そういう単純な発想ですけれども、関節痛であるとかを明らかに改善するということはエビデンスレベルの非常に高いレベルで明らかになっています。大豆イソフラボンに代表されるようなエクオールという物質がありますけれども、それもですね日本ではかなり普及していますけれども、エクオールを飲んでみたら非常に効果が高かったという患者さんも結構いらっしゃいます。はい、このエクオールという言葉初めて聞いたという方も多いかもしれません。こちらが大豆由来の食品に含まれる大豆イソフラボンが自分自身の腸内細菌により変換されてできる物質だということなんですよね。この成分が更年期世代以降、女性の健康の鍵を握るものだということが分かってきました。ただこのエクオール、中高年の日本人女性の場合、およそ 50% ほどしか作り出せない、若い方はもっと低い 20% から 30% ということなんですよね。でもこの若い方は、女性ホルモンがまだ豊富にあるので、この少ない状態でも、問題がない、手指に痛みが出ないということ。なんかいろいろ見せたらいろんな、原因があるんだと思うんですけど、女性って痛みにちょっと強いというか我慢しやすいじゃないですか。そうですね、なんか明らかに生活ができないくらいなら多分病院にかかるんですけど、ちょっとくらいの痛みならなんか年かなとかそういうので片付けてしまうので、なんか引っかかったら病院を受診するっていうのが本当に大切だなと。そうですね、本当放っておくと手術をしなければならないこともありますので、早めに医師の受診をお勧めいたします。以上、医療の味方でした。